本各地の映画文化を支える映画館、通称ミニシアター。これは地域に根ざした独自の視点で活動するミニシアターたちの物語。今回は佐賀県唐津市にあるシアターエンヤをご紹介します。もともとはこのシアターエンヤというのは唐津シネマの会という市民団体が前身になります。まちづくり会社であるいきいき唐津がこの町の活性化のために作った市民団体でして、本当にその当時町に来る人が減って通行量も減っていく中で、どうやったらこの町が元気になるだろうということで、それを知るためにニーズ調査を行ったんですね。実は唐津の町にはその当時も映画館がなくなって15年ほど経っていて、でそういった中でもう一度唐津の町で映画を見たいというそういう声が上がって、それで映画を通して町を元気にしようという取り組みが始まりました。最初実はその映画館を作ろうというふうなことでいろいろ調査をしたんですけども、最初から映画館を作るにはとってもリスクが大きいということで、市のホールを借りて定期的な上映会を始めました。でそういった定期的な上映会を7年間ですね続けて、でそれで2019年ですね、このシアターエンヤという映画館を復活させることができました。どうやったらこの映画という取り組みを持続可能にやっていけるかなというふうに考えた時に、私たちがそれで考え出したのが、財源を映画の鑑賞料金だけではなく、地元のですねスポンサーを集めたり、ふるさと納税を活用したりというふうな仕組みというか、そういったところを見出していきました。こちらが映画館の入っているカラエという商業施設になります。この商業施設カラエにはホテルだとかカフェや飲食店、それから焼き物のギャラリーなどもあって、あと唐津のいろんな観光を案内してくれる案内所も入ってたりするんです。映画館の中の内装なんですけれども、唐津の街がやっぱり商店街がちょっと昭和レトロな雰囲気をすごく残している雰囲気の街なので、その街に合うようなちょっと内装デザインと、椅子もですね一つ一つの椅子の幅というのかな、それがすごく普通の映画館よりも広く取ってあって、またその映画館のシートとシートの間のこの列の幅もすごくゆったり取ってあるので、本当に高齢者も多い街なので、そういった方たちがストレスなく映画を楽しんでいただけるような作りになっています。シアターエンヤで選んでいる作品なんですけど、まず商業ベースの映画、いわゆるメジャーな皆さんがよくご存知のような映画と、映画好きが好きな、アート系の映画、この2つをバランスよくスケジュールするように心がけてます。シアターエンヤは唐津で22年ぶりにできた映画館なんですね。なので特に今の子どもたちや若い方たちが映画館で映画を見る習慣がない方が多くて、今スマートフォンでしたりいろいろ配信サブスクで手軽に見れるんですけど、やっぱり映画館で見ることの醍醐味っていうのをやっぱり子どもたちや若い方に感じてほしくて、あとお年寄りもそういう映画を求められる方は多いので、やっぱりアート系の映画だけではなくて、皆さんがご存知のような映画をやっていくっていうのは、そこは一つ基軸に、してます。地域の活性化のところでいうと、この映画祭を唐津エンヤ祭というのを年に1回実施してまして、映画館というのは普段この地域の近隣に住んでいる人たちにとってその生活の質を向上させるような、そういった役割があるものなんですけども、映画祭をすると全国からクリエイターの人が集まるんですね。そうしたことで映画館という存在が地域の人だけではなくっ
て日本中に知っていただけますし、その来た方たちがこういう映画祭があったよ、すごくいい場所だよってことを発信してくださるんですね。映画祭ってそういうふうな地域の活性化につながることってあるんだなということを感じています。唐津の魅力は城下町や本当に古くからずっと残っている美しい建物だとか歴史的な建造物、そういったところを合わせて楽しむことができるかなと思います。自然のところでは虹の松原という日本三大松原がありまして、100万本の黒松が植えられていて、この松林は本当に海に面していて、その風景が風光明媚な自然を形作っていて、その風景を見るだけでも本当に癒されるような美しい名所になっています。2017年に唐津市はですね、大林監督の花形見という作品を作りました。本当に街を挙げてもうオール唐津ロケ、3000人ぐらいの唐津市民のボランティアエキストラの参加、それから唐津の映画の制作費をみんなで寄付を集めて、本当に街を挙げてこの花形見という映画を完成させることができました。最初はインタビューをしたことをきっかけに交流の始まった大林監督から、桂千穂さんと一緒に書いた脚本が送られてきたことがきっかけでした。でこの映画を実現するのに本当に地域のいろんな方に図ったところ、やっぱりその大林監督の地域の本当に文化だとか素晴らしい魅力を映画の中で紡いでいくというふるさと映画という思想をすごく皆さん共感いただいて、でその結果として唐津奥んちという200年以上続く14代の引山という出汁を引いて街中を練り歩く唐津のお祭りがあるんですけれども、その唐津奥んちが本当に全面的に協力をしていただいたり、あと40カ所を超える唐津のロケというのを実現したりすることができました。映画館に入ってすぐちょっとこの待合室があるんですけど、花形見の展示のスペースになっていて、こちら映画のメインビジュアルだとか、これは実際映画で使われた時の小道具なんですね。そういったものが飾られたり、あとはこちらですね、美術監督が描いたスケッチなんですね。ここでしか見ることができないスケッチになっているので、どうぞお楽しみいただけたらなと思っています。映画を通してやっぱり自分の街の魅力や素晴らしさを再発見していくっていう、そういうのが映画の制作のプロセスとしてすごく大事にされていたんですね。文化体験というのを街全体ができたかなというふうに思います。主人がエキストラを募集してるからっていうので、私の写真、夫婦で一緒に写ってる写真をの監督の方にこちらの方に送りましたら、お電話いただいて、エキストラっていうかセリフのあることでもいいですかっていうお電話いただいて、その後大林監督から直々に脚本をいただきました。手渡しされた時に、その時初めてちょっと緊張いたしました。もう周りに本当にたくさんの方、照明の方、音声の方、もうずらっとその専門の方がいらした中で、自分がポツンと一人座ってお茶を立てるシーンだったんですけど、自分自身がそこにいるっていうのがちょっと信じられないっていうか、もう一人の自分が遠くから自分を見てるっていうような感じでしたけど、やっぱ原作にはその唐津くんちの引山が出るシーンっていうのはないんですけれども、でずっと下見に来られた時点でやっぱり唐津の人と接して、で唐津くんちのことを見て、やっぱり唐津はくんちは外せんというようなことを思われたんだと思います。でその唐津くんちの撮影をする時に、これから映画にこの唐津の魂を入れます、スタートと言っておっしゃったですね。だからそこら辺もちゃんと大林監督は理解して映画作りをされたんだなと思います。日本の地方都市ではどこでもこれから人口減少だとか高齢化、そういったところはどんどん進んでいくと思います。そういった地方都市で、どうやって多様な
価値を保つかっていうのはすごく大きなテーマになってくると思うんですね。映画館は本当に365日毎日いろんな人がそこでいろんな価値やいろんな文化を楽しむことができる、そういった場所なので、そういったことを通してですね、皆さんの本当に生きる勇気だとか豊かさに貢献できたらいいなと思いますし、地域の元気につながっていったらすごく嬉しいなというふうに思っています。